はい、こんな感じでもうずーっと、もう画面に入らないくらいずーっと編んできました。で、このリブのここからですよね。上までずーっと編んで152センチぐらいの長さになってました。でも多少誤差はあるかなと思うんですけど、平置きでこうやってしておいて、こんな感じで置いて、メジャーでこうビーって測ってたので、ちょっとは違うかなと思うんですけど、150センチちょいぐらいはあるかなっていう感じです。で、私はこれぐらいでいいかなと思うので、ここで終わりにしようかなと思います。はい。で、終わる感じなんですけれども、これ裏からは細編みで編んでったと思います。で、表の方はもうケーブル模様になってると思うんですけど、ケーブル模様で編んで終わる感じにしてみてください。裏の細編み編まない感じにしてみてください。で、ここで終わって下と同じような感じ、ここリブ編んだと思うんですけど、リブ編んでから上に行ったと思うんですけど、上のところは横にはこう編んでいけないので、もう一枚同じものを編んでみてください。これ下と同じです。この始まりと一緒で8目スタートで52段ずっと編んでいくだけです。それを編んで、これをですね、今度ここをひっつけようと思います。はい、それではこのリブが編めたらこういった感じでこう合わせるんですけれども、これの上にあともう一段だけここ細編みを編もうと思います。で、その編み方もここで編んでこう一段こう上に細編みを編んだやり方と一緒のような感じで編んでいただいたらいいかなと思うので、まずはここ上に一段細編みを編んで、それからこの本体のこの編んだのですね、これとリブのところを合わせていこうかなと思います。はい、それではこのリブのところ一段だけ細編みを編んできました。で、ここでもう終わりなんですけど、ここをですね、かがってこうと思います。細編みとか、引き抜き編みするんじゃなくって、引き抜き編みするとここが異様にちょっとボコって出るので違和感があるので、細編みでちょっとしようかなと思ったんですよね。ここの分をこれでひっつけようかなと思ったんですけど、なんかちょっと、なんか汚くなっちゃうような気がしたので、とりあえずはもう一段だけ編んで、それでもかがろうかなと思います。で、ここのところを2.5倍ぐらい、3倍ぐらい残してかがる分をカットします。だいたい2.5、一応2.5ぐらいにして切ります。で、こちらの方は、ここのところをスルスルっと抜きますね。抜いちゃって、もう一回細編みの頭に裏から入れて、この糸端をもう裏に出しちゃいます。で、ここでキューッと留めておきます。はい、これでできたので、目数的にはもう同じじゃないですか。このところも52、52なんで。なので、この糸端で、ここの半目ずつでも取ってひっつけようかなと思います。そしたらもうこの糸端のところだけちょっと邪魔になるので、先にこっちだけ中にでもくぐらせて糸処理をしておきます。糸始末。はい。適当なところにぐーっと入れてもらって、で、ちょっと割って、糸を割ってですね、出しますね。で、整えてもらって、際で引っ張りながらちょっとカットします。はい。これでできたので、今度はこっちのところに糸を、結構長いのでね、大変だと思うんですけど、どっちが表でも裏でも、これなんか出てるな。どっちが表でも裏でもいいと思うので、お好きな方向から、自分のやりやすい方でやっていただいたらいいかなと思います。はい、それではここのところ合わせるんですけど、一応ニット用の待ち針でこんな感じで3箇所だけふわふわしないように私は留めてみました。これは留めなくても大丈夫なんですけど、留めておいた方がやりやすいかなと思ったので、段数マーカーとかでもいいです。こうやってして。何でもいいので留めてもらった方がいいかなと思います。で、こっちの方が私は表の部分でこう細編みをこっちずーっと編んでった方になります。細編みのこう足が見えてると思うんですけど、
裏のところはこういった風になってるので、どっちでもいいんですけれども、一応こっちの表の方を表になるような感じ、表と表同士を合わせるような感じにしたいと思います。で、そうすると上の方にこれついてるので、ここの一番端っこの部分、ここをまずはですね、合わせます。一番端っこのこの鎖の部分をそのまま全目拾って、半目でしようと思ってしたらね、やっぱり半目同士だとこうちょっと間ができちゃうので、そのまま鎖の部分、細編みの頭ですよね、全部拾ってこうしちゃいます。でもう一回だけちょっとくぐっちゃいますね。そうするとちょっと端っこなので、一応またこの横もするんですけど、2回ぐらいでちょっと取り付けようかなと思います。はい、これ1つ目。その隣、ここからもスタートですね。このまま鎖を取ってもらって、次の目もこの鎖ですね。ここのところを取って、こうかがっていくだけです。で、次の隣のところをかがる。ですね。ちょっときつめにキュッとしといた方が、ここのところが綺麗に見えるかなと思うので、裏の方を見るとね、ちょっと糸がこう渡るんですね。表の方はそんなわかんないんですけど、で、今ここやったので、その次の目同士をこうかがるという感じです。これで端の方までずっとかがっていきたいと思います。はい、最後の目までかがってこれました。で、最後のところだけはちょっともう一回した方がいいかなと思うので、こっちではね、ここのところしなかったんですけれども、こっちのところはね、もうちょっと端っこのところ、ここもひっつけるような感じでしようかなと思います。ちょっと一番最初すればよかったんですけど、いっかと思って、ここのところ編んでいく時にもできるかなと思ったのでしなかったんですけど、こういった感じで一番最後ギリギリまでした方がいいかなと思うので、もう一回ちょっとしてちょっと通しておきます。はい。で、こういった感じで閉じれたので、全然そんな違和感もないかなと思います。これ半目でするとね、すごいね、ここのところがね、なんていうんですかね、こうビローっとなっちゃって、ちょっと頼りないような感じになるので、やっぱこう全目というか、鎖を全部拾ってやってった方がいいかなと思います。で、一番最後にこの糸端を糸処理していきます。それではこのかがったところのこのシュッシュッシュッシュってこう線があるんですよね。ちょっとこれ見にくいかもしれないんですけど、皆さんご自分のやつかがってったの見るとあると思うので、このところにちょっと一回通します。ここ一番しっかりしてる部分かなと思うので、戻すような感じ。で、ちょっと何目かシューッといきます。はい。あんまり引っ張っちゃうとね、ここのところせっかくしたのがこう中にキュッと入っちゃうので、でから、あともう一回、この今出したところに、もう一回こう、戻るような感じで、ちょっと一回こうやると、抜けにくいというような感じになるので、行ってからちょっとここら辺の四隅の、四隅っていうか横のところにうじゃうじゃうじゃーとこう行っちゃいますね。そうすると、お洗濯とかした時にこの糸端がね、意外と出てきたりとかするんですよ。だからこうやってしていろんなところにうじゃうじゃっていって、最後は糸を割る。糸をね、この糸の真ん中ぐらいを割って出すと、そこでもちゃんと止まってくれるので、こういった感じで結構うじゃうじゃうじゃーと言ってるので、しっかりしてるかなと思います。これで、際でカットして、まずは出来上がりですね。上と下のところにリブがつけれました。次、こっちの四隅ですよね。四隅というか上下じゃなくって右と左の左右のところ、ここもリブみたいな感じ。こういった感じで今度は糸をつけて編んでいこうかなと思います。はい。そしたらここのところ8目あるので、数えていったらわかるかなと思うんですけど、1、2、3、4、5、6、7、8。見えてますよね。ここのところ鎖があると思うので、ここのところからスタートです。8目目のところの一番最初の細編み編んだところですね。編んだというか端のところ、ここのところにまず引っ掛けて引き出していきます。で、この糸端は編みくるみながらもしようかなと思うので、そこで
それぐらい残してもらって鎖を1つ立ち上げます。で根元のところ今引き出したところに入れて編みくるみながら細編みを1つで編みます。でちょっとこの糸端をキュッとギュッと引いて、ここのところ今鎖1つ立ち上げたところがちょっと小さくなるのでそんな感じにしといて、段数マーカーを細編みの頭につけておきます。でもう次からはここ細編み編んだところなので頭をちょっと取ってもらって編みくるみながら最初は進めます。はい、ここから細編みを端まで編んできました。でリブの端まで編んで次ここのところかがったところになるんですけれども、ここがかがったところですよね。ここのところでその隣がここから細編みが始まったところで1段ずつ細編みがあると思います。なので1段ずつ細編みをまた編み入れていくだけになります。一番最後今ここ細編みの頭にリブのところ入れて、その隣ここら辺ですね、このかがったところのちょっと入れれるところがあるかなと思うので、そこのところに一つかがったとこに入れます。ちょっと最初入れにくいかもしれないんですけど、ここのところキュキュキュッと入れてもらって、ここで細編みを一つ編みます。そしたらもうこっからが普通に細編みで編んだところと鎖を一つ立ち上げたところってなるので、細編み編んだところ足が見えると思うんですけど、ここは真ん中を割って入れてもいいし、この下のとこでも大丈夫です。どっちでも大丈夫です。に入れてもらったらいいかなと思います。でここで1段なので、この大きな穴が開いているところで細編みを1つでここだったらこのところでもいいかなと思うので細編みを1つ、次穴の開いてるところっていう感じで1段に1つずつ細編みを編み入れて端まで編んでいきます。はい、ここからずっと端まで細編みを編み入れてきました。でリブの部分は8目細編みがあるので8目分の細編みを編み入れています。で次の段からもこの下というかこの端っこですよね、リブの編み方とも同じ編み方で編んでいこうかなと思います。鎖を1つ立ち上げて裏を向けたいと思います。で一番最初はここの最後に編んだ細編みの上半目を取って編んでたと思うので、リブの部分は同じような感じで細編みを編みます。ここだ。はい。で編んで、また折り返しわからない方は細編みの頭に段数マーカーをつけてみてください。でまたこんな感じで同じような感じで数段ですね、ここ8段あるので、8段というか8目あるので、8段ぐらいは編もうかなと思うんですけれども、ちょっとこれも様子見ながら段数を上げていこうかなと思います。はい、こんな感じでリブの部分を7段編んできました。で今こっちの方も編んで、で反対の方ですね、こっちももう7段編んであります。でこっちは1回編んで、糸端は糸処理できるぐらいにしてカットしておいて、また糸をつけて同じような感じで編んでるんですけれども、ここのところはまだ糸がついたまんまです。最後のところでこっちの、一番最初にこれリボン編んだところ、ここのところがちょっとビヨーンとなりがちなので、ここのところを細編みで今度ちょっと整えていこうかなと思います。はい、それではここをこっち左側にずっと編んでいくんですけど、一番最後の目ここだけ2目入れます。そうすると1目ずつだとね、どうしても角がつれたような感じになるので、もう1目入れると丸みができるというか角がきれいにできるので、まず1目もう1目編んで、で段数マーカーをつけておきます。はい、で1段ごとに1目ずつ細編みを編み入れていくだけなんですけれども、今度ここの段ですよね、このリブのところで、今度はこの段、ここの段1目で、ここの段1目っていうことで、1段ごとに1目ずつ細編みを編み入れていきます。で一番最初に入れるのは
ここの段になるので、このちょっと引っ掛けれるようなところにまず一つ、ここからスタートにして、一つ編み入れます。で、次のところが目を割ってになります。細編みの目を割って、一目編み入れて、次のところは、ここの部分、鎖を一つ立ち上げての部分になるので、鎖一つの部分、とか、2本ぐらいでも大丈夫です。そこら辺にご自分の入れれそうな感じのところに、ちょっと入れてみてくださいね。あんまりそんな気にせずに、一段ごとに入れていただいたらいいです。それだけを守っていただけたらいいので、入れそうなとこに入れてみてください。これで端まで細編みを一つずつ編み入れていきたいと思います。で、途中でこういった感じで、糸端があるんだったら、これ編みくるみながら進めてみてください。そっちの方がもう糸処理もせずに済むので、こんな感じで端まで編んでいきます。はい、端まで編み入れてきました。ここからですね、このスタートのところからずっと編み入れてきました。そうすると、さっきのビローンとなっていたのが全然しっかりしますよね。これ一つ細編み入れることによって。で、こっちも同じような感じで編み入れていくんですけれども、今ここを一つ入れて、あともう一個また入れようと思います。もう端っこのところにとりあえず2目入れればいいかなと思うので、もう一回同じ目に入れて、こんな感じで細編みをもう一目編みます。で、こっちのところは一番最初に編み入れるのは、細編みの頭になるので、そのまんまです。ずーっと編んでもらったらいいです。で、また端っこに来たら、端のところだけはとりあえずは2目編み入れることになるので、2目編み入れて、またぐるっと一周回る。で、最後の目に引き抜くっていう感じで、ぐるっと一周編んでみてください。はい、ぐるっと一周編んできました。そしたらですね、最後の目、ここのところに、ちょっと今入れてるんですけど、引き抜きます。で、ギュッと締めて、これでやっと本体の方が完成しました。で、次は残りの糸でポケットを編んでいこうかなと思います。はい、ポケットの部分はこんな感じで編んでいきます。ちょっと図にというか書いてみたんですけれども、鎖をまず18目編んで、それからポケットはリブと同じような編み方になります。細編みを1段目編んでから2段目の時に後ろを向けて上半目だけ取っていくっていう編み方でずっと編み入れていって26段編んであります。で、26段編んで一番最後のところを引き抜き編みをしようかなと思います。で、こっちのところはもう引き抜き編みをこれもしちゃってるんですけれども、引き抜き編みも鎖を一つ立ち上げて裏を向けます。で、一番最初にここのところ、細編みの頭見えると思うんですけど、ここのところにまず一つ目の引き抜き編みをして、ちょっとキュッと小さく締めておきます。で、次の目からもう普通にこんな感じで引き抜き編みをするという感じで、端までこれを編んでいきます。はい、こんな感じで端まで引き抜き編みをしてきました。そしたらもうここで終わりになるので、抜いてもらって、で、このままにしとこうかな。このままにしておきます。はい。で、これをですね、こっちの糸端はちょっと糸処理した方がいいと思うので、これはですね、こっちをこう表にこういった感じで向けるようにしようかなと思います。こっちでもいいんですけども、一応引き抜きしたところがここになるので、ここのところをね、ちょっとこう2つにこんな感じで折り曲げて、横のところをね、ちょっとかがっていこうと思うんですね。この入り口のところ結構ポケットこうやってして入れたりとか出したりすると、ここ広がっちゃうと思うんですよ。なので、1枚でこうやってするのでもいいんですけど、ちょっと二重に折っといた方がしっかりするかなという感じなので、こっち側を表にするような感じにしておきます。なので、こういった感じですね。ちょっと待ち針で留めておくと分かりやすいかなと思うので、こういった感じにしておいて、で、裏のところ、この下のところにこう糸処理をします。はい、下のところは糸処理もしてきました。で、大きさを測っていくと、横の部分だけで14.5センチぐらいで、ちょっとこれ上をちょっと広げて、ちょっと測ってみますと、上から下までが18センチぐらいかなっていう感じです。これでもお好みなので、お好きな、もうこの編み方だったらもう何段でも
何目でも全然大丈夫なので、お好きな感じでやっていただけたらなって思います。私手入れるとこれぐらいなんですよね。で、一つ折ってこう入れるとしてもこんな感じになります。これがね、もう限界の大きさだったんですよね。残りってもうこれだけしかないんですよ。このつながってる分しか。なので、ちょっとこれ以上大きくすることはできなかったので、18目スタートで26段にしてみました。はい。ではできたので、これを本体の編んだものにつけていこうかなと思います。はい。それではポケットをこんな感じでつけていこうかなと思います。で、ご自分で羽織ってもらってポケットをこう入れてもらった位置が一番もう自分でしっくりくる位置かなとは思うので、そこでつけていただいていいかなと思います。で、私の場合は、ここがリブで、ここに2つ引き上げ編みで3目でこう模様、ケーブル模様編んで、2つこう引き上げ編みがあると思うんですけど、そこの、ちょっと隣ぐらいで一番下のところ、ここが何て言うんですかね、しっくりくる入れる場所だったので、これは一つの基準にしました。で、それでまた同じような感じでこっちにつけるっていう感じですかね。はい。これでしていこうかなと思います。はい。そしたら、糸端をとじ針に通して、これをちょっと上まで移動させて、上からちょっとやるようにしていきます。この糸端を一番上のあたりまでこう、じゅーっと移動させて、はい、こんな感じでやります。本当だったらこっちについてた方がやりやすいかなと思うんですけど、いいかなと思って。これね、こっち側で折るとどうしてもここのところがね、やっぱりこう、なっちゃうので、このリブのここの、なんて言うんですかね、折りやすい方がこっちだったので、やっぱこっち側の方がいいかなと思うので、こっちにしちゃいたいと思います。で、この部分と、どこかな。だいたい引っ掛けれるようなとこですね。ここら辺かな。と、本体の部分。本体じゃないや。本体の部分と、ポケットの部分を、こう、かがるようにします。で、一番最初のここの入れ口のところは一番力がかかる部分なので、2、3回ぐらいしといた方がいいかなとは思います。1回目、2回目。あともう1回しとこうかな。もうちょいしとこうかなと思います。ここなので、ちょっともう一回ここだけ。はい。できたらもうここからずっとかがるだけなので、ぐるーっとかがってもらって、で、また上のこの一番、最後のところ、ここのところもね、やっぱりこうギュッと引っ張られるので、どうしてもポケットって一番力かかりやすいので、ここだけは2、3回ぐらいした方がいいかなと思います。はい。で、お飾りでここにボタンつけたりとかも可愛いかなと思うし、その他に何かね、やっていただいてもいいかなと思います。斜めとかにしても可愛いですよね。ここのところこういった感じで斜めにしたりとかもできるかなと思うんですけど、今回ちょっとポケットがね、ギリギリでちいちゃかったので、大きかったらちょっとそういう風にしてもいいかなと思うんですけど、ほんとギリギリ。なので、もうちょっとこういった形にしようかなと思います。はい。では、ぐるっと一周やってもらって、あともう一個のポケットの方もやっていただいたら完成になるので、あともうちょっと頑張って、やってみてください。はい。ここまでずっとかがってきたんですけれども、ちょっと足りない感じになってるので、ちょっとここで一回この糸は、ちょっともう処理しちゃいますね。中に入れて、ちょっとなじませて終わりにします。この部分はちょっと終わりにして、で、似たような感じでメランジのグレイッシュブラウンってこれすごく去年かなのやつがあるんですよね。いつのかな ?201 って書いてあるので、ここに去年のものですね。なのでもうこれでちょっとつないじゃおうかなと思います。似たような色があれば、ちょっと濃いめの色ですよね。私の場合はこの色なので、濃いめの色かちょっとこれ似てるような感じになっているので、もうここでもうやっちゃいます。もうまた続きからなので、私の場合はこの端っこから糸処理できる分だけ残して2回ぐらいちょっとかがって、ちょっ
と目立つかな。でもまあ仕方がないので、これでほんとギリギリだったんですよね。もうちょっとちっちゃく作ればよかったのかもしれないんですけど、羽織ってみるとちょうどいい感じの丈で、本当だったらもうちょっと長めが良かったんですけど、足りるかどうかわからなかったので、これでも短くしたんですよね。うん。はい、こんな感じでちょっとかがっていきます。はい、こんな感じで最後までやっと仕上げてきました。で、ここのところは、ポケットつけて、で、こんな感じでココナッツボタンをつけてみました。で、これもセリアさんのものになります。100均のものです。装飾パーツってこれ6つ入っているココナッツボタンなんですけど、これちょっと今売ってるか、多分あるところにはあると思うんですけど、ない場所もあるかなと思うんですね。CTB の128、これを2つここにポンポンとつけてみました。そうするとね、色味も合っているので、私のこの色には合ってるかなと思います。で、後ろのところ、ここからね、ちょっと糸が足りなくてこれつけてるんですけど、後ろのところは全然ですね。こうかがってあるのと、ここのところ結構しっかりめに2、3回つけてみたんですけど、こんな感じでちょっとポケットにこうやって入れてみると、あったかいかなという感じですね。こっちのところも両方とこう入れてみると、ちょっとこんな感じですね。あったかいですね、すごく。で、羽織も羽織ってもらうと、結構この身頃じゃないや、なんて言うんですかね、ここのところが長さが結構あるので、羽織ってみてすごいあったかいし、これはマフラーとしては全然使えはしないんですけれども、ちょっと首元とかもね、こうやってもらって、後ろここのところちょっとこうやってして折ってもらって、服みたいな感じでこういった感じですね。使っていただくこともできるんじゃないかなと思います。ほんとね、あったかいし、結構使ったんですけど、そんなに重たいってことはないかなと思います。普通のなんかカーディガンチックな感じで使用していただけるんじゃないかなと思いますし、あと小さいお子さんとかがいらっしゃったら、ちょっと年齢の時期の赤ちゃんですよねとかにかけてもらったりとか、座布団で寒かったら下にお尻の下に引いてもらったりとか、いろんな膝掛けとして使ったりとか、いろんな使い方もできるかなと思うので、良ければ編んでいただけたらなと思います。はい、今回はこんな感じのちょっと大きめのですね、ショール、ポケット付きのショール編んでみました。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が良ければ高評価、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。